皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクトに登場する人妻だったキャラ4選を解説していきますよ。東方プロジェクトのキャラクターというと少女たちのイメージが強いが、本当に人妻なんているのかよ。それがいるんですよ。一体どんなキャラで誰と結ばれていたのか楽しみにしていてくださいね。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介するのは、東方地霊殿の2面ボスを務めた水橋パルシです。ちなみにパルシーと勘違いされやすいところなんだが、パルシなので注意されたし、図を見るとエルフ耳で笑顔が素敵な可愛らしい立ち絵なんですが、性格は非常に嫉妬深く自信を卑下している節があるだけでなく、自信より他者が幸せ優れていると思えば嫉妬し、逆に相手に嫉妬する部分がなければ不幸自慢をしてくるようです。自分より不幸な相手に対してさえも嫉妬するのかよ。楽しそうにしている奴は気に食わないらしく、ズンさん曰く心の病んだ妖怪とのことです。実際だとちょっと近寄りがたいキャラではあるな。しかし皆さん、妬ましい派可愛らしいんですよ。冒頭から滑るなんてもどかしい。あまりにも人に妬ましい発言をすることから、あやからはゲイだと思われていますね。能力も性格に合ったような嫉妬心を操る程度の能力。嫉妬が嫉妬を呼ぶことで、他人の嫉妬心を煽ることができます。ある意味東方界でも恐ろしい能力だな。なので二次創作ですがよく他人の妬みを煽り、うつ系のストーリーとかもよく見られますね。面白そうではあるが、読んだ後気分悪くなっちゃいそうだぜ。このように旧地獄にいるだけあって危険な妖怪ではあるんですが、地上と地下を行き来する者を見守る守護神的存在なのですよ。嫉妬深い性格の初意で通行者にちょっかいをかけてくることもありますね。しかし心を読める悟りによると、周囲の者を妬んでいるけれど、心の奥底ではみんなへの尊敬や憧れをちゃんと持っている。みんなが思っているよりもずっと優しいこと言っていますよ。妖怪ゆえの性質なだけであって本来はいい子なんだな。ところでパルシの元ネタって一体何なの？彼女は、地上と地下を結ぶ穴の番人で、種族は橋姫。橋姫とは、橋を守る女神のことです。悪霊や外敵を防ぐために橋のたもとに祀られていた男女に神や、人柱や水神信仰などが集合したものと考えられています。へえ、めちゃくちゃ優しい女神様じゃん。なのにどうしてパルシは、嫉妬深い性格になったんだよ。橋姫は橋にまつわる伝承に現れる女性なんですが、宇治の橋姫とも多様な伝承と側面を持ち、主なものに源綱が一条戻り橋で遭遇しきった嫉妬の鬼、宇治橋そばの橋姫神社に祀られている橋の守り神の二つがあります。嫉妬に狂う鬼としての橋姫が現れるのは、平家物語の読み本系遺本の源平盛衰記や大本などに収録されている剣巻で、橋姫の物語の多くの原型となっていますよ。パルシの元ネタは二つの話があるのか。遺本であるため、出版されている平家物語全集の類の多くには収録されていないんです。とある供養の娘が、深い妬みにとらわれ、貴船神社に7日間こもって貴船大明神よ、私を生きながら鬼神に変えてください。妬ましい女を取り殺したいのですと祈ったようです。あら男を取られちゃったのね。明神は哀れに思い本当に鬼になりたければ、姿を変えて宇治川に21日間来たれと告げたのですよ。女は都に帰ると、髪をごつに分け5本の角にし、顔には朱を刺し体には荷を塗って全身を赤くし、鉄の輪に2本足がついた台の鉄縄を逆さに頭に乗せ、3本の足には松明を燃やし、さらに両端を燃やした松明を口に加え、軽没の火を灯したのです。夜が更けると大和王子を南へ走り、それを見た人はその鬼のような姿を見たショックで倒れて死んでしまったようです。見ただけでショック死ってそんなにもおっかない姿をしていたのかよ。そのようにして宇治川に21日間来たると、船大明神の言った通り生きながら鬼になったのですよ。これが宇治の橋姫です。と入っても先ほども言ったように橋を守る女神として立て祀られていて、縁切りの神でもあり、悪縁を切るご利益があるようですね。縁切りの神でもあるのか。これでこちらのレイムさんと別れられるかも。私の第三の目でお見通しですよ。逆に、恋人同士や婚礼の儀で、神社の前を通ったり宇治橋を渡ったりするのはタブーであるとされています。そんな怖い伝説があるのか。待って待って、元ネタをたどるとその宇治の橋姫がパルシってことだから人妻ということになるのか。源平盛衰記では結婚してあるかどうかは書いていないようですが、古今和歌集第14巻によると、宇治川のほとりに若夫婦が住んでいた、と物語が始まるのです。しかも夫は、妊娠した妻のために、海にワカメを取りに出かけたとか。おいおいおい子供まで授かっていたのかよ。しかしどういう経緯かはわかりませんが、夫は海に行った後、そのまま竜宮へと向かい、そこでお姫様の婿となって暮らしていたようですね。それは心も病んで、色々と妬ましくなっちゃうわ。まさかあのパルシに夫がいたなんて衝撃的だったぜ。と入ってもあくまで元ネタでの話ですがね。パルシみたいな可愛い奥さんを見捨てて竜宮城で遊んでいたなんてひどい話だな。私的には今のヤンデレっ子パルシが好きですよ。いい意味でも悪い意味でも、死ぬほど愛されそうではあるよな。それにしても竜宮城の美女に夫が取られるとは、パルシも予想外だったろうね。そういえば幻想郷に竜宮の
使いがモデルのキャラがいましたよね。まさか。犯人は長江行く？それでは次に紹介する、衝撃の人妻キャラは坂田ネムノです。確かにありえそうではあるキャラだがネムノもそうだったのか。まずネムノなんですが、東方キャラなしの巨乳キャラなんですよ。絶対ネムノの解説の時胸から入るよねこの人。歴代の東方キャラというと、全員少女という設定上みんなあまり大きく書かれることはなかったんですよ。業務を公開処刑にしてあげないで。でも確かに東方天空賞以前の図絵で見るとおそらくここまでくっきりなのは、前回の保険の授業で紹介された小野塚小町ぐらいだよな。その通りでしょう。あとルーミアといったところですか？そうなのかマリサさんも言った通り、東方原作の立ち絵からして、珍しくボディラインがはっきり出ているんですよ。ズンさんは当初は1998年から2001年にかけて流行したヤマンバラル風の化粧が濃いメイクにする案も検討していたとのことなので、その名残からスタイルよく描いたのかもです。このことからネムノというと二次創作では大人な立ち位置が多いですね。妖怪の山に迷った人を宿に導くっていうのが鉄板だよな。やだーマリサさん積極的ですね。天日干しにするよ。スタイルもよく美人な見た目とは裏腹に種族はなんとヤマンバです。視聴者さんもヤマンバというと、子供の時絵本で見た鬼のような顔をしたおばあちゃんなイメージではないでしょうか？そんなヤマンバは、伝承において山奥に住む老婆の姿をした妖怪または神のことをヤマンバと言います。意外にも神の部類にも入る場合もあるのか。しかし必ずしも老婆であるとは限らず、若い女性の姿の場合もあるようです。この場合は山姫と呼ばれることが多いんですよ。へえ、ヤマンバといっても若いヤマンバが存在するのか。そんなネムノの元ネタは八重桐だと思われます。聞いたことない名前だな。しかも坂田ネムノという名前と一つも関係なさそうだし。八重桐は坂田金時、または金太郎の母親で心優しいヤマンバでもあり、屈強な赤い竜の神様との間に生まれた、とする伝説もあります。なるほど、坂田金時の母親だから坂田が付けられたのか。坂田金時とは、言うまでもなく昔話に登場する金太郎のことだよな。そんな昔話でおなじみの金太郎の母の名は八重桐、堀物氏十兵衛の娘で、宮中に仕えていた坂田九郎と結ばれたものの、解任した直後に九郎が死去。八重桐はふるさとの足柄山に戻って金太郎を産み、母の手一つで立派に育てたというのが一般的に流布する話ですよ。ネムノも里では一般的に山に入って行方不明になった場合、ヤマンバに何らかの形で処理されたと思われているけど、実際には大人の場合は脅して送り返し、子供の場合は保護して立派な人間へと育て上げることが多いらしいもんな。ネムノが本当は優しい性格なのは、この元ネタから来ていたものだったのか。そしてネムノの元ネタと思われる八重桐は形成で、色気もあったようですよ。なるほど、だからネムノもスタイル抜群となったのね。そんな美人で優しいママなんですが少々意外なのが、通りがかった男を食い殺すとして恐れられたヤマンバの子であったとの伝承ですね。その伝承では、父の仇を討つことができなかった坂田九郎と時行が自害したことに起因、その魂が、遊女であった八重桐の体内に入って生まれたのが金太郎と伝えられているんですよ。まさかの金太郎はナロー系主人公。またヤマンバらしく超人的な怪力であったとされていますね。あんなバカでかい包丁を持っているもんな。足の長さと比べて考えると子供用の野球のバットの長さぐらいはありそうです。鬼派鬼でも殺人鬼じゃん。ちなみに作中でネムノはマリサに対し伝説の金時のようと発言していることから、金時のことは伝説として知っているだけで、直接の面識はないようですね。あくまで元ネタってことね。それにしてもネムノが妻なのはすごく良さそうだな。本当にそうですよ。スタイルも抜群らしいし、あやからも実は交友的と言われるほど性格もいいので魅力的な妻なんですよ。元がギャルっ子予定なだけにちょっと現代的な服装をさせても面白そうだよな。また山の名物料理が毎日食べれちゃいそうですよね。わかるわかる。山菜料理とか肉料理とか得意そうだぜ。まあお肉派人肉となるかもですが、一気に冷めるようなこと言わないで。それでは次に紹介する、幻想郷の人妻は、東方神霊廟御面の中ボスを務めた蘇我のとじ子です。いや、とじ子といえばどちらかというとロリッコちゃんだぜ。本当なのかよそれ。これは間違いありません。なんだったら制作者ズンさんの口からも言っています。まさかの制作者からも？まずとじ子は西洋寺ゆゆ子以来となる亡霊という種族に属していますよ。しかしゆゆ子と違って普通の足ではなく、二股に分かれたお化け風になっていますね。これは過去の因縁からフトに復活を拒まれていて、現在は霊体のままフトにいいように使われているとのことですが、とじ子自身は壊れやすい人間の体などいらないと考えています。霊夢部長、その過去の因縁って何なんだ？
会話もなく、おまけテキストの設定も詳細が不明なため、実はそもそもフトとの過去の因縁が何なのかはっきりとわかっていませんね。そんなと事故は道中だけではなく、なんと続く6面ボス戦で、驚くべきことにラスボス豊里耳の巫女のスペルカードの召喚、後続乱舞にて物のベクトと共にオプションとして召喚されます。しかもセリフ付きで弾幕を放ってくるんだよね。性格については柄が悪く、情に脆くて怒りっぽい面があるとのこと。なので召喚された時に言うやってやんよはそんな彼女の性格を端的に表しているように見えますね。ツンデレ妻確定じゃん。モデルとなった人物は聖徳太子の妻の一人とされると事故のイラつめですね。へえ、聖徳太子の妻ってすごいな。この夫って巫女じゃん。見事なリアクション。そう、なんと彼女は聖徳太子のモデルとなった豊里耳の巫女の妻なんですよ。頭の整理が追いつかないんだが。とじこの元ネタであるとじこのイラつめは、蘇我の馬子の娘です。ちなみに、とじこのイラつめに古の文字が使われていることから年笠の女性のように扱う説もあるのですが、上宮聖徳法皇定説では蘇我の孫の表記も馬古であり、単なる表記上の違いに過ぎないものであって、本来はとじこのイラつめであったと考えられますね。特におばさんだったわけではないのね。それでとじこのイラつめと聖徳太子はどんな関係だったんだよ。太子と彼女の間には、長男が生まれています。山城の上の王は、柏でのホキキミのイラつめが産んだイボマイと婚姻していますよ。ちゃんと子供もいたのかよ。他に子供に片岡女王、日置王、財王がいます。まさかの4人の子供が？そうなんですよ。その時と事故は言ったんですよ。やってやんよ。いやどういう使い方だよ。太子と、蘇我の死の地を強く引く山城体系の一族は上宮王家として皇位継承を期待されましたが、擁立する蘇我のイルカと対立し、上宮王家は一族で自害し滅亡してしまいました。歴史書にはとじこのイラつめについての記述は少ないですが、ズンさんのふるさとである長野県にはとじこのイラつめが出家して初代商人となった由緒の寺院もあります。まさかとじこの元ネタが巫女のモデルの聖徳太子の妻だったとは。というか、冒頭で神主ズンさんも認めているって言ってたけど一体どういうことなんだよ。キャラメルフェブリボルのキューズンインタビューによると、もののべボスにするんだから、おまけ的に蘇我の死のとじこを出せば意外性が出るかなと。おまけですか。でも一応聖徳太子の奥さんということなんですよね。一応ね。しかし幻想郷に来たらどちらも女なんですけど。それは名前が似ているだけで別の人ですから。自分をほふるっていうすごい中二っぽい名前にしてね。マジでズンさんも認めているじゃん。そう、なので東方プロジェクト初の公式公認ガチカップルなんですよ。こうなると絶対にパルシのところに行けないね。ところでとじこは二次創作ではどんな扱いをされているんだ？とりあえず緑のカラーリング及び足の形からセクシー大根ネタが鉄板ですね。確かにそうだけども、先ほどのような元ネタから巫女とのイチャラブ関係も見られますね。特に巫女によるお姫様抱っこにドキドキしちゃってるとじこがよく見られますよ。巫女のお姫様抱っこは鼻血もんだな。そしてやはりとじこの姉さん堅気な性格からツンデレもよく見られますね。よーし、この授業終わったら速攻で巫女とじの同人誌探そう。とじこはなんというカロリですが、大人に振る舞おうとする感じがあっていいですよね。わかる、可愛らしくて癒されまくるよな。また本来はすごい巫女だが、意外ととじこには弱い感じがありそうでいいカップリングだよな。またこの二人の今後の関係に目が離せませんね。ちなみに聖徳太子にはあと4人妻がいるので巫女もそうかもです。これが神の子の真のパワーか。それではラストに紹介する幻想郷の人妻キャラは、東方風神録の6面ボスを務めた八坂かな子です。かな子様も奥さんだったの？後々衝撃の事実と対面することになりますよ。八坂かな子は守谷神社に祀られている祭神の一柱。妖怪の山にある守谷神社で、巫女のこちやさなえと、もう一柱の神、守安和子と一緒に暮らしています。威厳のある容姿や圧のある赤の服を着ていて、強力な力を持っていますが、性格は意外とフランクで、堅苦しい雰囲気をあまり好みません。ちなみに裏設定として、後ろの綱は諏訪湖に買った証なんだぜ。口調も普段は柔らかいので、かなり親しみやすい神様ですが、これは友達感覚の方が信仰が集まりやすいからだそうですよ。そんな戦略的な振る舞いには訳があるんですよ。かな子たち、守谷神社の面々が幻想郷にやってきた最大の目的は信仰を得ることです。そもそも守谷神社は元は外の世界にあったのですが、技術の発展とともに信仰心が希薄になっていきました。だから、幻想郷で信仰を集め直すという決断を下し、神社ごと妖怪の山にやってきたってことね。なので、信仰のために間接的に異変を起こすことがたびたび見られ、よくまた守谷かと言われることが、お空に力を与えたりと、
特にかな子がやらかしているんだよね。しかしこれは何よりも幻想郷についてきた諏訪子や早苗のためなので多めに見てあげましょう。幻想郷にいい効果をもたらしているのは事実だしな。そんなかな子様の元ネタは竹見方の神の祭神である八坂と目の神と言われています。なるほど、神様同士のカップルか。八坂刀梅神は、達る魚名方神の妃神として諏訪大社をはじめとする全国の諏訪神社にて祀られている女神です。古事記、日本書紀といった中央神話には登場せず、断片的な説話や民話が残るのみの謎の多い女神でもありますよ。ちなみに名前の由来は八坂に通じるとされ、神名はますます栄える女性の意味というのが一説あります。ほう、ということは相当美人な神様だったんだな。なのでかな子様も非常に美しいお方だということがわかりますね。そういえば、八坂とは何なの？八坂町は京都府北部、丹後地方にかつて存在した町の名前ですよ。達る魚名方神は古事記の国譲りの段においては竹見和地の神に敗北し諏訪へ逃れた出雲の神の一柱とされているんですが、諏訪大明神絵言葉などの諏訪の伝承では諏訪明神達る魚名方神は、水の神守や神や手長、足長などの多くの先住の神を打ち負かし、服従させた外来の神であると記されているんですよ。また八坂はたくさんの坂道や峠を表し、旅を安全に導く女神という意味が込められていますね。さらに八坂は八坂イコール家坂、つまり繁栄にも通じるとも言われています。へえ、ということは商売繁盛を祈願したい人はかな子のところに会いに行くのが良さそうだな。日本の神の中でも民間信仰などによる土着神に含まれているようです。なるほど、だから諏訪子と協力すれば、地面に穴を開けたりすることができるってことか。諏訪周辺の神の一柱と言われるのですが、守谷神や御社口様以上に正体が分かってない女神でもありますね。ところで夫の神様はどんな神様なんだよ。夫の竹見方という神様は、国津神という日本に古来からいた神様で最強の神様と言われます。古くは、神宮皇后、坂の上の田村麻呂、さらに武田信玄も竹見方を軍神として祀り、崇めていたほどの神様です。戦国武将武田信玄というと、上杉謙信との川中島の合戦があまりにも有名だけど、そんなすごい人も崇めていた神様なのか。これ波動あがいても勝てへん。それにしてもそんなすごい神様の妻だったとは。かな子様が妻だと尻に敷かれそうですが、絶対幸せになれそうですよね。間違いないな。しかも元ネタによると美女とのことだから最高すぎるぜ。また御柱に貸し切りで乗れる可能性もありますからね。夢のような体験。そして、この解説であることに気づいてしまった人もいるでしょう。そう、守谷一家にはもう一人人妻がいるということを。うわぁ、そういえば、あまりにも意外な人妻がいたよ。守谷諏訪子。見た目は完全にロリッコの守谷諏訪子は、未釈寺様を統括するというとんでもない神様であり上位の存在なんだよな。ちなみに未釈寺様は信仰は日本の広域にわたって分布している信仰の一種。いろんな名前を持っていますが、未釈寺の名は特に東日本に多いですね。地域によっては時代を経るにつれて狩猟の神、そして蛇の神で蛇の姿をしているという性質を持つようになったと言われているぜ。そんな諏訪子は、こちや早苗は守谷諏訪子の遠い子孫であるという公式的に設定があるんですよ。そのことから、もしかしたら子を産んだ妻かもしれないって言われているんだよね。とはいえ、子供がいるイコール結婚しているではないし、そもそも日本の神は無機物を相手に子供を作ったりするので、あくまで憶測にはなりますがね。しかし、諏訪子のモデルとなった未釈寺様というのは儀式に共通するのが瞳悟空や人柱と呼ばれるものに選ばれるのが、なんと未成年の少年だったようです。諏訪子様まさかの初太好き。日本での昔話や伝説から見ると、瞳悟空に選ばれるのは未成年の女子である例が多いので、諏訪社はかなり珍しいですね。このような元ネタから結構少年が好きな神様なので、もしかしたらもしかするかもしれませんね。東方部文句樹にも神は見た目では判断できないと書かれているもんね。ということはかな子も一応土着神だから少年好きということになるのか。仲がいいのは同じフェチだからかもです。つまりこの神社には少年好きの人妻が2人もいることになるのかよ。数万歳の若奥様たちが運営する神社という摩訶不思議な事態が起こっているんですよ。これは二次創作がはかどりまくりだな。それにしても東方キャラに人妻が結構いたことに驚きだったぜ。ロリママを選ぶか美女ママを選ぶかは、あなた次第です。それでは今回の授業を終わりますよ。視聴者さんが付き合ってみたい人妻がいたら教えてくれよな。いや聞いちゃダメでしょ。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。